今回はですねキャンピングカーオーナーズということでですね、アドリアマトリックス 670SL のシュプリームをオーナーさんに紹介していただこうかなと思っております。ドアがちょっと大きいな。じゃあすいません、お邪魔します。すいません、お邪魔します。どうもこんにちは。いや広いっすね。じゃあすいませんが早速ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、もう早速なんですけど、はい、ちょっとこのリビングというかダイニングのところをちょっと見させていただきたいんですけど、はい、これって何人乗りになるんですか？これはですね、確か5人乗りですね。これ1、2、3、4、5。でこれは、はいはい、シートベルトをつけるためにこの座席を背もたれが必要なので、その背もたれの補強みたいなやつがですね、ベッドついてそれをつければここ1人乗車できるんで、1、2、3、4、5人乗りです。5人定員なんですね。5人定員です。いやでも5人定員ではめちゃくちゃ広いですよね。そうですね。家族今3人で、犬が1匹で、十分な広さですね。そうですよね。このテーブルのとかも、これってもしかして動くやつですか？動きます。アドリアの特有のあれですね。はい。こう動いて。これなんかめちゃくちゃ動きますね。そうなんです。結構中央まで行って。あれ？これ座席ここにもあるんですか？そうなんですよ。ここも座れて、でここも十分に座れますし、で子供が疲れた時ここちょっと寝たりとかですね。確かにちょうどいいスペースですね。ここ。マトリックスってこうなってるんですね。そうなんですよ。でかつなるほどなるほど。こう下げれるんで、椅子が高かったりテーブルが高かったりするので、日本人ってやっぱりこう低いところに慣れてるじゃないですか。ちょっと高さをこう微妙に変えれるんですね。そう、低くして。でもそうですよね。子供このサイズの方がいいですもんね。ちょっと低くした方が使いやすいですもんね。そうなんですよ。このアジャストできるっていうのが良くて、こう低くすることによってこうさらに広く感じることができるので、使い勝手がいいですね。ちょっと気になったんですけど、テーブルの色とかこのシートのこの色ってこれって標準でこんな色でしたっけ？ですね、これ標準ではないんですけども、大体黒が多いみたいな。そうですよね。黒っぽいですよね。たまたまちょっと選択肢がなくてこれになっちゃったんですけども、これのいいですよね、この色。なんか明るくて。後ろのこの壁との色と椅子の色が結構比較的マッチしてるんで。そうですよね。内装の色となんかこう統一感があって、あれアドリアってこういう色あったっけなって。これおしゃれです。すごいおしゃれな色の。こんな色あるんだ。ちゃんとこの横のここも同じ色なんですね。柄も一緒で。そうですね。あれこれ下のこれも標準のマットですか？グレーの。よく見たらこれグレー色の絨毯みたいな。これはもともとその購入した時についてる標準のやつですね。これもじゃあもともとでついてるんですね。そうです。これもついてます。すごいですね。なんかこんなに統一感あるんですね。でも元の色もちゃんとその色なんですね。そうなんですね。それなんですか？これウォータータンクが入ってまして。これ何の水ですか？これは食器洗いとかトイレとか。生活水ですか。あとで外の外観から見れますし、でここから直接ホースを持ってきて入れることもできる。できますね。大概ホース持ってきてここでガーって入れて。これってどのアドリアにもついてるんですか？実はですね、これ確かこの新しいマトリックスからウォータータンクというのが中央になったんですね。場所がじゃあ違ったんですね。もともと FF なんで FF だとやっぱり後ろ、あんまり重たいもの乗せられないんで、中央に置くことによって車体のバランスを取ってるということで中央に置いてるっていうのは聞きましたね。いやなんか初めて見ました。こんなとこに床下のなんか何が出てくんだろうみたいな。実は前アドリアのツインを乗ってたんですけど、その時は後ろはなかなかメンテナンスしづらかった。そうですよね。こう伸ばして、で逆にじゃあここから水入れることも結構あるってことなんですね。そうですね。一気に水をバーって入れたかったりとか。こっちの方がやっぱ早いんですか？早いです。圧倒的に早い。やっぱり知らなかった。口が狭いじゃないですか。外から入れると。でこれは一気にブワーって。なるほど。口径が違うからこっちの方が奥入るってことですね。そうですね。これ開けると。確かにそうですね。この中で絶対広いですもんね。入れたら早いですね。いやこれ初めて知りました。こんなところにこんな必殺技があるんですね。であともう一つ必殺技があって、これあんまり使ってはいないんですけど、実はここにも収納。本当だ。
こっちはあれなんですか？これ単純にこう、はい、あ、こっちは収納なんですね。収納なんですよ。で見ていただいたら分かると思うんですけど、ダブルフロアで、これが一番下の床で、これがいわゆる我々生活に向いてる床ですね。結構厚いっすね。分厚くないですか？これ結構この板も。そうなんですよ。この分だけあるってことですもんね。はいはい。これはね、意外とあんまり使わない荷物とか。そうですよね。でもなんかちょっと入れときたいものですよね。はい。こんなパズルって分厚い床がすごい分厚い。だから分厚いんで結構断熱効果があるって言ってるので、非常にこう床が安定してるんで。でもいいですよね。マットしてるから普段見えないっていうのもまたいいところですよね。まさかのダイニングから床を見るという。これちなみにこの上のこの照明がついてるこの横の部分っていうの、これもなんか置けるような感じなんですか？このなんか微妙に隙間が。あ、そうなんですよ。ここも置けますね。で、ここに僕はスピーカーあったりはしてますけど。それスピーカーは後付けですか？これ後付けです。坊主のやつで。いや、すごいですね。それもうぴったりはまってますね。そうなんですよ。で、落下しないようにちょっとはいはいはい。あ、はいはいはい。一応滑り止めじゃないですけど、落下防止になってて。これはあれですか？100ボルトでじゃあ流すって感じですか？これ100ボルトです。そうですよね。家電ですよね、要は。家電です。で、実はここにもウーハーがあって。え？どこですか？あ、本当だ。埋まってますね。そう、これウーハーですね。坊主。あ、これも坊主なんですね。これも家電ですか？これも家電ですね。すごいですね。家電で制圧するスピーカーっていう。そうなんですよ。新しいですね。そうなんです。これ使うときはデッキで飛ばす感じですか？そうですね。デッキで飛ばしたりとか、あとは Bluetooth で。ああ、はいはいはい。まあ大体 Bluetooth iPhone でアプリ入れたら自動的にこれと通信するんで。へえ、いやいや面白いですこれ。スピーカーのこの上のこのシェードは開くってことですね。そうなんですよ。これちょっと閉塞感あるじゃないですか。そうするとこれパッと開くと一気に。またでかいんですよね。本当に。結構でかいんですよね。すごいっすよね。ベッドなんですけども、プルダウンで降りてくるんですけども、寝ながらこう外星を見たりとか。あ、確かにちょうどいい位置っすね。そうなんですよね。ここ開けただけでこんだけ明るくなるんですもんね。そうなんですよ。取り込みがすごいっすよね。そうなんですよ。これちなみに運転される時ってこの明かりの取り込みみたいのはしっぱなしって感じですか？しっぱなしですね。ただ夏場ちょっと暑いんで。ああ。やっぱ違います？やっぱ夏場開けとくと。ただでもやっぱ夕方とかやっぱりこう外の明るい景色見たい。いや、いいっすよね。泊まってからでも使えるからいいっすよね。そうなんですよ。これやっぱ上こう見上げた時にこう景色が見えるっていいっすよね。開放感ありますよね。これちなみにこういうシェードとかって基本的に標準装備なんですか？これ標準装備です。へえ、じゃあ別にグレードとか関係なくもこれはついてると思いますね。でこれ非常にこうメンテナンスが良くて、ドアにこれ外す必要ないんですもんね。しまえるんですもんね、そのまんま。またこのシートが回転するからちょうどいいスペースになりますよね。そんなに幅を取らないで広く使えるから。それはいいかなと思いますね。いや、いいっすね。ありがとうございます。ちなみになんですけど、棚の中とかって見ても大丈夫ですか？これはここが開くんです。あ、そこから開くんですか？ここ横が開く。はい。で結構これ荷物入るんですよ。奥深いんですよ。あ、そうですね。結構奥行きありますね。あるんですよね。これちょっと工具入れてるんですけど。あるんで比較的いろんなもの載せれるんで、これ重宝してますね。これが両側についてるんですね。ここもでも結構入りますよね。これも結構入りますね。これもそうですよね。この分だけあるってことですもんね。そうですね。収納にほとんど困ることはないです。こっちが結構あれですね。うちと同じですね。ラップとかなんかそういう生活の用品みたいな。でここに間接照明があったりとか。こういうのおしゃれですよね。こういうのがもうあるだけで。これはちょっとこうヨーロッパらしいな。そうですよね。でこの棚がこっち側にもあるんですね。ありますあります。いや入ってないですけど。いやでもすごいですね。こんなにやっぱ奥行きあって、しかもこっちは2本ですもんね。2本ですね。あ、間はちゃんとあれなんですね。仕切られてるからそれぞれで入れられるんですね。そうですそうです。いやもう細かいこと言うとちゃんとこういうところもダンパーなんですよね。そうなんです。国産だと結構ダンパーが入ってないモデルが多いんで。ダンパーなんでこうしっかりそうですよね。やっぱりこれ押してあ、そういう感じなんですね。
なんかこう引くんじゃないですね。引くんじゃないですか。なるほど、ここはまたちょっと面白い構造ですね。はい。でこれは何と言ってもこの上ですよね。これなんですよね。ここすごいっすね。がこれは電動なんですね。電動なんですよ。結構これしっかり固定されてるんで揺れない。いやすごいっすよね。これ棚も一緒に降りてくるんですもんね。そうなんです。荷物はい。あ、そっか、荷物置くっていう手段もあるんですよね。結構もう荷物置き場になってますね。確かにそういう使い方もできるんですよね。長いやつとかもっと早く上がらないかなってまあまあでもまあそうですね、安全性で絵力が強いっすよね本当に。なんかアドリアって結構照明なんかあれによって違いますね、グレードとか。こっちの方がなんか少し白っぽい感じですよね。そうなんですよ。いやでもこの色あんまりいないですもんね、逆に言えば。そうですね。まあこの白とやっぱ合ってるかなとは思います。ああ、そうですね。内装の色もちょっとあんまり見ない色ですもんね、この色って。これよく見たらちゃんとここも光ってるんですね。この窓枠が。これ意外とね、はい、外から見てもおしゃれに見えて、へえ、あ、中からじゃなくても外からでも。外からでも結構おしゃれ感が出る。ちょっとじゃあこの流れでこのキッチン側って見せてもらってもいいですか？あ、もちろんです、もちろんです。いや、それちなみに今動かされたそれなんですか？これ加湿器で。あ、加湿器ですか？でこれ加湿器なんですけど、はい、あんまり倒れない加湿器で、結構こういうキャンピングカー乗ると足で蹴っ飛ばしたりとか、ありますね、ありますね。倒すじゃないですか。はいはい。結構これ倒れない。そう、意外とこれキャンピングカーあるあるですよね。加湿器が必要。そうで加湿器蹴ってバーン濡れるじゃないですか。何回も前のやつ加湿器は倒れたんで、今回倒れないやつ買いました。確かにそうなりますね。でこれが先ほどの紹介してもらったこの窓のところは、普通に換気ができるような感じですよね。そうですね。ここで。これちなみにここって何なんですか？あ、これはコンロですね。あ、ここにコンロがついてる。で三つ口で。ああ、はいはいはい。あ、めっちゃ綺麗ですねこれ。あんまり使われない感じですか？いや結構使ってるんですよ。あ、そうなんですか？結構そっち使ってるんですけど。綺麗ですね。まあ比較的。でこれで。はい。あ、これそのままいけるやつなんですね。そうなんですよ。あれがいらないんですね。チャッカマンとかがいらないタイプですね。でこれ回すだけでつける。おしゃれですねこの形も。ちなみによくアドリアオーナーさん言うんですけど、3つ並べて使えます？ほとんど使わないですね。あ、やっぱ使わないですか？フライパンとかがなんかこう近すぎちゃうみたいな。そうよく聞くんですけど、やっぱりそれはしないですね。もうほとんどまあ2つぐらい。やっぱ端と端でみたいな。でこれ、あ、なるほど、ここがじゃあシンクなんですね。この水道があるということは。そうです。あ、出てきます。結構水は使われる方ですか？結構めちゃくちゃ使いますね。うちの奥さん使いまくるんで。だからそっちでさっきの。これでもシンクも結構深いし使い勝手良さそうですね。ああ、そうですね。であと意外とね、ここにコーヒーメーカーを置く。ああ、これはもともと標準でついてて、でこういうバンドも標準でついてるんですよね。これが噂のあれですね。標準でついてるという。標準でついてる。これちなみに使います？結構使います。いっぱい飲むじゃないですか。飲みます。これはどう使うやつなんですか？こういうこういうのはい。あ、それを入れてここに入れて。なるほど。これお湯ってどうするんですか？お湯はここに後ろに水入れれば自動的に。あ、じゃあ本当家庭用のと一緒のような使い方で。はい、家庭用の使い方ですね。このサイズいいですよね。ちょうどいいんですよ。こんなぴったりサイズあるんだっていう。意外とこれ僕の中ではポイント高い。ポイント高いですよね。ちょっとコーヒー飲みたい。めんどくさくないですもんね、これ。全然めんどくさくない。ちなみに今そこをスッと開けてもらったんですけど、そこもすごいですね、収納。そうなんですよ。ここめちゃくちゃでかいですね。これね、使い切れてなくて、まだまだ入るなと思ってるんですけど。そうっすよね、これめっちゃでかいっすよね。でこれ実はさっきの坊主のスピーカー、違うやつなんですけど、アドリアの標準でついてる音楽聴ける。へえ、そんなのついてるんですか？そう。これも Bluetooth で連携したら、ここの後ろにスピーカーが入ってるらしくて。ここですか？はい、ここにスピーカー中に入ってるらしくて。へえ。で iPhone とかで、Apple Music とかでこの Bluetooth 飛ばして飛ばすとここで聴ける。そんな機能ついてるんですね。初めて見ました。こういうの標準でついてるところがなんかコーヒーメーカーとか。ヨーロッパらしい。そうですね。確かに日本のちょっとメーカーではない発想ですね。
やちょっともう見るところがたくさんありすぎて、ちょっと一回こっち戻りますね。これシンクの下が収納になってるんですね。キッチン系ってことですかね。これも結構広くて、確かに広いっすね。結構入るんですよね。はい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 。汚いですけど。いやでも実際使うとこうなりますよね。そうなんですよ。そうなんです。あ、そうそう。ちなみに今日は一緒にちょっとキャンプしてて、いろんなものを出していただいてる関係もあるんで、ちょっとよりあれだと思います。あ、ちゃんとゆっくり閉まる系の。そうそうそう。シューってやるんですよ。家具っすね、普通の。そうそう。家の家具っすね、これは。いや、すごいです。あ、これ3段ってことですか。3段ですね。あ、本当だ。で、割となんかあれですね、みんな同じぐらい深いんですね。そうなんですよ。で、これ結構マトリックスが、まあソニックもそうなんですけどいいなと思うのが、はい。まあ例えば奥さんがここに調理場立つじゃないですか。はい。ここ L 字型になってるんで、後ろが結構スペースができるんで、子供とか確かに確かに。僕とか後ろに行き来できやすいんですね。あ、確かにそうっすね。微妙に入り込んでるだけでそうなりますもんね。意外となんかキャンピングあるあるでキッチンに立たれるとそうなんですよ。後ろに行けなくなるんですよね。そうなんですよ。前のアドリアツイン乗ってたんですけど、その時はやっぱ奥さんがキッチンに立たれると後ろに行けないじゃないですか。ああ、なるほど。それがじゃあこれになってからは解消されたってことですね。で、これ段差ないっすよね。そうなんですよ。これ段差がなくてダブルフロアって言って、さっき収納見たじゃないですか。はいはいはい。2層構造になってて、でこれで上がこうフラットになって。そうですよね。前の方は段差ありましたよね、この辺に。ここにあるんですよ。そうですよね。確かそうですよね。ちょうどこの境目ぐらいに。でこれは段差がないんで非常にいっぱい行き来しやすいし。なんか段差がないだけでも結構広く見えますよね。おっしゃるそれだけで。そうなんです。これちなみにそれで電子オーブンですか。あ、これ電子レンジですか。電子レンジですね。単純な電子レンジですね。もともとオーブンついてて。そうですよね。この手って確かこれでもあれですね。結構綺麗にビルトインされるんですね。なんかもうこういうキットみたいになってるんですね。そうですね。これデルタリンクつけてもらって。電子レンジやっぱ結構使います。もう使いまくります。基本あれですよね。あるもん全て使いますね。電子レンジとこのケトル。はい。やっぱそうっすよね。実際そうなりますよね。これはもうこれも収納ですね。あ、はいはいはい。こっちはそうですね。調理器具とかちょっと大きめなものが入りそうな。そうですね。多いっすよね。でもこのまた冷蔵庫がめちゃくちゃでかいっすね。そうですね。これ何リッターですか。90は絶対120ぐらいありそうですね。120ぐらいかもしれないですね。いやすごいっすね。もう家の冷蔵庫と変わりなくものをいっぱい詰めてます。そうです。これ冷凍庫とかって結構冷えます。これ上のやつもこれ冷凍庫ですよね。これ冷凍庫で、はい、これは全然冷えますね。あ、じゃあなんかよくね最初これ 3way ってことで、ガスか、外部電源か、サブバッテリーで冷やせるんですけども、意外とその電気だったらあんまり冷えないとか、よく言われますよね。ガスだったら冷えないとか言うんですけど、そんなことないですね。結構冷え。全然普通に。結構あれですもんね。ここ変える方多いですよね。アドリアン乗ってる方。多いですよ。全然変える必要性までは感じないです。冷え切るまでやっぱり時間がかかるんで、キャンプ出る前の前日の夜には外部電源で一回入れといて、もう冷やしきって出荷すると問題ないですね。冷えるんだったら全然文句ないですよね。そうですね。今のところは問題ないですね。ちなみにここも窓なんですね。この上もこんなとこも窓だったんですね、これ。でここは比較的換気によく使いますね。あ、そうか、網戸ついてるからそうっすね。換気でも使えるんですね。そうですね。でこれ僕ごめんなさい、完全にスルーしてたんですけど、ここにエアコンついてるんですね。あ、そうなんですよ。今気づきました。これここにこれ実はエアコンを後ろつける方が多いんですけども。そうですよね、この手だと。そうなんですよ。最初僕も後ろつけた方がいいんかなと思ったんですけど、後ろにつけるとこっちに前までやっぱ冷えないっていう話だったんで、でここにつければここのエリアが冷えてくるんで、それをサーキュレーターで送ってみたいな。でやっぱりここにいる時間がやっぱあって長いですもんね。なのでここ冷えるっていうのは重要なんで、夏場はやっぱここにあってエアコンあってよかったなと思ってますね。これちなみになんですけど、ここでつけてて、
夏場とかこの後ろで寝る際っていうのは、なんか冷えないとかってありました？いや、そこは大丈夫ですね。全然使ってみても問題なく、サーキュレーターで思いっきり後ろに風を飛ばしていけばなんとか乗り切れますね。そうなんですね。じゃあ実際にはここにあっても全然問題ないんですね。そうですね、そうですね。確かにここにつけてるパターンってあんまり見かけないですね。最近はちょっと見るんですけど、ちょっと前まであんま見かけなかったんで、皆さんやっぱ一番後ろにつける方が多くて、この手長い人乗ってる人、皆さんやっぱエアコンの話されるんですよね。エアコン後ろにつける方が多いんで、飛ばない、前まで飛ばないとか。確かにこの収納は犠牲されてますけど、収納十分。なるほど。ここじゃあつかない場合だとここに収納もつくんですよね。そうです。確かに収納の分を削ってるから。でも収納は全然困ってないんで。そうですよね。こっちのメリットの方がいいかもしれないですね。ここまででこの車まだ前半ですからね。これだけ広くて、今ちょうどこの皆さんにまだお見せしてないんですけど、僕が今立ってるここで今半分なんで、この車のこれ僕の後ろにもまだあるんで、車がちょっとこの後ろ行ってもいいですか？もちろんです。ついにちょっと後ろもうすごいんですよね。こんな感じで、今僕が立ってたのこの階段の前ぐらいなんですよね。かなり広いです。ちょっとすいません、マルチルームら辺から行ってもいいですか？もちろんでございます。ここのドアってもしかして閉まるやつですか？閉まりますね。で、やっぱりそういうやつですね。なるほど。でこれでプライベートを完全に部屋ですね、これ。家族と家でもね、プライベートある程度あった方がいい。でかつ、そんなとこあるんですね。知らなかった。これね、僕この新しいマトリックスになってからいいなと思って、やっぱりこれが一番やっぱり。前のマトリックスもこんなあるんですかね？前のやつは確かなくて。ないっすよね。初めて見ましたもん、これ。前のやつは確かアコーディオンじゃないですけど。ガラガラになるやつですね。で前アドリアツイン持ってた時、これがなかったんで、寝てる時に飼ってたワンコが落ちちゃったんで、ベッドから。なるほど。やっぱ子供とかいったら落下とか怖いんで、これがあると、例えば寝ぼけて起きても落ちないし。いや、初めて言いました。すごいっすね。広い。いや、もうこれは完全に普通にトイレとして使えますね。なんかね、これだったらね、トイレしたくなりますよ。すごい。これちゃんとあれなんですね。手洗う水栓もここについてて。なんか鏡もなんかもうそれっぽいっすもんね。ちゃんとしてて。すごい。こんなとこ間接照明があって上が開くんですね。換気ができるようになってるんですね。そうで、さっきはなんか手でぐるぐる回したわけなんですけど、ここだけこう跳ね上げ式でちょっと。本当だ。レールみたいな感じですね。そこも開くんですか？収納力すごいですね、この車。なんかこんなとこまで入るんだっていう電動タイプですね。でトイレももう全然普通に使ってるような感じです。バンバン使ってます。そうですよね。もうお子さんいるとでも特にそうですよね。子供はもう 100% ここになりますもんね。子供はもう全部。そうっすよね。いやシャワールームもすごいですけど、これもすごいですね。これ右側が、ここが本来シャワー室なんですか？でシャワー使う時は使うんですけど。そうなんですね。ただ今は冬場なんで、逆にこう服をかけてちょうどいい感じですね。で夏になったらここを開けてシャワーみたいにするし、今服かけてますけど、冬場でもシャワー浴びたい時は服をどけて。そうですよね。別にこれそうですよね。ただどければいいだけですよね。もうどうしても入りたい時はこれ服どけて入って、それ以外はもう収納として活躍してますね。テント入れたりとか。キャンパーでしたっけ？いやこれちなみになんですけど、シャワーってもう結構使ってます？頻度的には。3、4回ぐらいですけど。3、4回ぐらいですか？全然使いますね。実際使ってみて別に使いづらいとかもなく普通に。やっぱり長いこと使うと20リッターらしいんですよね。こう熱いように。3、4分ぐらいで冷たい水に変わっちゃうんで。そこはしょうがないですよね。部屋的にもこの幅で、でも結構これ広いっすよね。広いです。広いっすね。かなり広いっすね。シャワーヘッドもなんかでこういうとこライトついたり。これめちゃくちゃおしゃれですね。高級ななんかホテルのシャワールーム。いやさっきまでのなんかクローゼット感がないですね。これシャワーヘッドも最初からこういうやつなんですか？そうなんですよ。この方って、ちょっと出が悪いですけど。そうなんですかね。出が悪いんですけど、おしゃれ感がありますよね。
いやいいっすねこの感じが、やっぱシャワーねやっぱり使えるもの使いたいんで、いやーキャンピングカー乗って使わない人いるじゃないですか。そうなんですよ。割と多いですよねシャワーを使わない人っていうのが。使う回数は非常に少ないんですけど、はいやっぱり心理的にいつでも入れるっていう状態にしとくっていうのは、いやーちょっとここは今ありがたいお話をなかなかシャワー使われる方いないんで、実際に使われてる方が言うんであればそうなんです。使えるんだろうなって。もうどこいても全ての生活に必要なものが揃ってるっていう。いやーすごいっすね。確かにそう言われてみてもそうっすよね。今ちょうどこの2部屋があれば基本的なことがもう生活ができますからね。この車の一番すごいところといえばやっぱこのベッドっすよね。そうですね。これ縦で寝れますもんね。そうなんですよ。こうしっかり寝れるので、十分こう伸ばせて寝れると。いやそうっすよね。縦ですもんね。でエアコンがないから逆に収納がここにあるんですね。3つ。これはいいですね。そうなんです。子供の服とかもみんな入れられるし。そうなんです。へえ。あ、子供服は遊ぶじゃないですか。確かにそうっすよね。おもちゃコーナーがちょうどそこにしまえるんですね。すごいっすね。でこれはすごい。このベッドがね寝やすいっていうか寝心地めちゃくちゃいいんですよ。これちょっとマット引いてる。結構マットレスでもでかいっすよね。そもそもの。ちょっと僕その睡眠は非常に重要だと思ってマットレス買ったんですけど、もともとでもアドリアってそうですよね。この厚さですよね。ここにスプリングになってるんですね。スプリングになってるんで、はいはいは非常にこうベッドはしっかり作られてるなって思いますね。でこれスプリングベッド本当いいですね。これ僕もう自分の家より寝心地よくなってきた。こっちの方がいいんじゃないかと。こっちの方が下手なホテルぐらいこっちは出やすい睡眠できるようになってきましたね。でやっぱりこう寝ながら電源が取れたりとか、そこに電源あるんですね。じゃあ充電とか携帯ができるような感じになってるんですね。なるほど。これ窓が横にあるんですね。いいっすね。でこうちょっとね朝起きたらこう外見たら、まあ今富士山が見えますけど、いやすごいっすね。でもここからそうか見えるんですもんね。テレビこんなとこにあった。子供がここでYouTube 見たりとか。なるほどなるほど。いやすごいっすね。こんなとこにつけちゃうなんてもう発想がいいっすね。であとねこれね僕、枕が高くないと嫌なんで、こう跳ね上げてくる。起きてくるんですよ。そんなのがついてるんですかこれ。そうこれ標準でこんなのあるんですか。標準でついてるんですよ。初めて見ましたこれ。ここでそうっすよね。そういうことっすよね。そういう使い方ですよねこれ。で最終的にこうリモートワークとかでここでノートパソコン人間をダメにする機能かもしれないです。3人今こう2人なんですけど、にも真ん中が作れるんですねこれ。ここにそのマットレスを入れればつながるってことですねベッドが。これ横も収納になってるんですかこのベッドの下の。そうです。これ左側はなんか扉がついてるんです。そこが開くんですか。ここも収納なんですよ。これすごいですね。階段の下が開くんですね。本当すごい。でこれは後ろに通じてるんですけど、こういうポットとか比較的大きめな調理器具。でここが先ほど服とか。すごいですね。そんな引き出しになってるんですね。そう。で僕ここにポタ電を入れてるんですけど。これデルタプロっすか。デルタプロですね。いやすごい。デルタプロが普通に入っちゃうんですね車に。ボコンと置いてるだけなんで。これ結構使われます？いやめちゃくちゃ使えますね。すごいですね。デルタプロをビルトインする人は。でこれエアコンとかつけてる時って100ボルト直でつなげてるんで。いや多分デルタプロの使い方ってそういう使い方ですよねキャンピングカーで。そうなんですよ。本来多分使う時って。そうなんです。100% ですけど。そうか。でもデルタプロって確かこれあれですね。Bluetooth からも起動できるんですよね。そうですね。じゃあこれはもうですか最初から買った時に入れたんですかそれとも後から。マトリックスを買って2週間3週間ぐらいで買いましたね。もともとこれリチウム300しかなくて、300だったらちょろもとないんで、それで足すんだったらこっちを足そうと。こっち。でも実際400とか500と600とか
積もうと思うとやっぱりスペースも取りますし、そこにリチウム入ってるんですけど、お、すごいっすね。こんな感じで入ってるんですね。そうなんですよ。最初は400にしてくれって言ったんですけど、はい、400だったらこう2個ボンってなるんですけど、意外とこう密集しちゃって、放電とかじゃないですけど、確かに熱も熱も積んで、まあいろいろありますもんね。そういうリスクもあるんで、なので300のやつですね、これ。なるほど。あそこにじゃあインバーターが入って、そっちブレーカーかなんか。ブレーカーですね。なんか欧州っぽいっすね。でこれヨーロッパっぽい感じのブレーカーですね。でも確かにそうですね。これぐらいスペースあればちょうどいいですね。ギチギチじゃないんで。今ポタ電が使えるんで、なんかわざわざ大きい600とか800とかいう人いると思うんですけど、まあ確かにつけたあっち外せますからね、ポタ電。確かにその方が楽っすよね。そうなんですよ。でもその系統の方がいいっすね、使い方も。インバーターも2つですもんね。十分なんですよ。すいません。だけどそしたらちょっと最後電気のところってちょっと全然触れてなかったんですけど。いいっすよ。あ、ここか。ここですね。こんなメーターでしたっけ？これもなんか最近このなんか新しいですね、これ。新しくなりましたね。まあ比較的使いやすいかなと思います。これって例えば水とか見るときってどうする？これ生活水が今 75% 入ってますよと。あ、そこにもう表示されてるんですね。排水のタンクの 0% になってますから、ほとんど入ってませんよ。バッテリーの残のめっちゃ分かりやすいですね、これ。そうですね。なのでいつもこれ結構見やすいですね。こんなのがあるんだ。でこれが気温ですよね。これ室温と外気温と室内ですね。でこれライト、外のライト。で LED で外照らして。これちゃんと絵が車の絵になってるんですよ。そうこれすごいですね。完全にこれ用のやつなんですね。間取りって入ってますもんね。でこれが室内のライト。これオフにすると全部。本当だ。いやすごいですね。こんなにハイテクなんだ。でこの横のこれアルデヒーターのコントロールですね。こうアルデヒーターもでも最近ですよね。アルデヒーターすごいですね。でこれ外気温で室内やってるんですけど、でこれを押すと今設定温度まあ18度にしてるんですけど、18度で室内を温めてほしいと。でこれがボイラータンクを温める。こうするとこっからやるんですね。そうなんですよ。ここの電気のマークになってるやつあるじゃないですか。アルデってラジエーター水であったかくしてるんで、そのラジエーター水をあったかくするためにガスであったかくしますか電気であったかくしますかっていう選択肢があって、電気であったかくしたい時はこれを押すと。ただこれめちゃくちゃ電気使うんで。そうですよね。ほとんど使わないですね。これちなみに外根が刺さってれば電気でも使えるんですか？外根刺さったら多分大丈夫。じゃあそういう使い分けみたいな感じですね。ガスがあんまなくて外根が取れるんだったらそれで使ったりみたいな。で30分ぐらいするといい感じであったかくなると。でアルトヒーターのいいところはラジエーターで温めてるんで、喉が渇かないとか。FF 特有のああいうファンヒーターみたいな、ああいうことがないってことですね。床暖も床暖ついてるんですもんね。床暖もこうここ今立たれてるここも床暖なんですか？ここも床暖になりますね。すごいっすね。リビングだけじゃないんですよ。ここまで来ちゃうんですね。その FF 特有の音符が出てこないんで、全体の車内があったかくなるラジエーター水であったかくしてる感じ。ここにベバストで、これ FF ですね。これすごいですよね。アルデヒーターもついてて FF ヒーターもついてるんですもんね。なるほど。じゃあアルデをちょっと待たなきゃいけない時は FF をつけるか、それも嫌だったら、僕らはこの風暖ですか。そこでこれが出てくるんですね。なんでこれがここにあるのかっていう。やっぱこれぐらいの車内だと温まるの大変ですもんね。そう、時間かかるんですよ。でこれだったら、すぐ温まるし、外にも持っていけてキャンプ使えますもんね。使えますし、これめっちゃ重宝してます。まさかアルデヒーターとベバストの FF がつきながらも岩谷が必要というどれだけ寒がりなの。このスーパー高級車にこれがなぜあるんだというのがそういう理由。
はい、ということで、外装の方ですね、今度紹介してもらおうかなと思いまして、結構外装が長いんで車がすごいでかい。まずサイドオーニングがこれが標準。サイドオーニングのスーリーのやつがついてて、はい、実はちょっとスーリーのステッカー貼ってたんですけど、ちょっと吸いましてその事故から守るためにヤモリのステッカー貼ってきましたこれでサイドポーチのこの街灯はこれは標準ですかね、この左上の。ああ、結構明るそうですね。はい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 。これも標準でついてるんですね。あ、これサイドビューですか？これはアランドビュー。はいはいはい。前と横通し。はいはい。あ、全部ついてるやつですね。360度。ああ、いいですねこれ。ここは燃料ですか？ここは。あ、これ燃料じゃなくて、はい、これは外部電源差し込む。あ、外部電源ここにあるんですね。違う。おお、はい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 。未だにちょっと僕がわからないのは、なんでこのスペースってどういうふうに利用すればいいのか。ただちょっと今ね、線を置いてますけど。まあそうですね。コードいいですかね。で、あとなんかもうテレビのアンテナだったりとか。なんかあれですね。外で使えるようにってことですか。そうなんですよ。ここはね、あんまり使わないかなっていうところね。あ、じゃあ一応ここでも使えるってことなんですね。ヨーロッパの方たち外でテレビ見るんかな。文化の違いですかね。AC の入力の側がここにあると。後ろはでも結構あれですよね。アドリア系ってこう無駄にこう何も作らずこうシュッと。確か、はい、ちょっと丸みを帯びてる。で、前のやつってシュッてなってて丸みを帯びてる。これテールいいっすよね。比較的おしゃれです。いやいや、このテールめちゃくちゃかっこいいです。で、こっち側が結構あれですね、ぴっちり入ってるんですね。はい。で、さっき見ていただいたのが水のタンク中央についてるじゃないですか。はい。で、中央について多分ここはスペースできたのか知らないですけど、でここスペースできてるんで、多分ここ室外機がはまる。ああ、そうですよね。この手って意外とここについてる人多いですよね。こういうところについて、ここがそうですよね。言われてみればそうですね。こんな横にこんなスペースなかったですよね、今まで。これいいですね。どうせ使わないですからね。で、この横がこれは LPG。ガスですね。これガスは何本詰めになるんですか？2本ですね。これちなみにどれぐらい頻度っていうか、何ヶ月に1回ぐらいで交換されるんですか？そうですね。冬場はやっぱさっき言ったアルデヒーター使うんで、1個の8キロ缶で1週間ぐらいの旅で1本なくなるぐらいですかね。まあでも逆に言えば1週間ぐらい出ない限りはそんな簡単にはなくならないですよね。出ないです。そうですね。なくならないです。冷蔵庫とかも使われて込み込みってことですよね。逆にじゃあ夏場はあんまり使わない。夏はもう全然長持ちしますね。1ヶ月2ヶ月使うの言ったらもう冷蔵庫ぐらいですかで、ね。これがあれですね。これが水。給水がこれなんですね。給水です。はい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 。で、ここが例のバケッチですね。このオーナーさんが一番こだわったというバイクがこの中に入ってるという。しかもですね、バイクなんですけど、3人乗りまでできるバイク、トライク。三輪のタイプですね。はい、3輪。はい。で、普通免許さえ持ってれば乗れます。へえ。バイクの免許では乗れない。そうなんですね。これ普通免許なんですね。ここに入るってことは当然ここに入れられるっていうことですもんね。そうなんです。この入れられるためにこのサイズが必要だと思って、このキャンピングカーを買った。こんな感じでバゲッジにバイクが入ってるという。で、こちらはですね、さすがにオプションとかではなくて、もうオーナーさんが納車後に購入されたってことですよね。そうですね。納車前からこの幅に合うトライクを作ってくれってバイクやでもこれもオプションとかではなく、オーナーさんがもうアマゾンで探して手に入れたという通常であれば、こうバイクを引いてこないといけないんですけど、それめんどくさいんで、これだったらいやー、すごいっすね。普通に出てきちゃうんですね、このまんま。おお、いやいやいや、すごいっすね。で、
なるほど、戻す時にそのまま戻せるんですかこれ。いやすげえ、バイクが入った。こんながっつりしたのは初めてですね。でもほんとぴったりっすもんねこれ。そうぴったりですよ。これはちなみにやっぱ出先で使われます？結構そっちですね。例えば草津温泉とか行った時とか軽井沢行った時とか、はい、これでかいんで止めれないんですよ。ああはいはい。でこういう大きな駐車場に止めて、さすがにこれで幹線道路を走ると怖いんでそうっすよね、そうっすよね。正しいですよね、使い方が。車がでかくてもこういうの積めばそれで買い物も行けますしね。いやすいません、ありがとうございます。はい、それではですね、本当に今日はちょっといろいろ見せていただきありがとうございます。ありがとうございます。最後なんですけども、キャンピングカーを買って良かったと思う、メリットなところと、あとちょっとここだけは残念だなみたいな、このデメリットみたいなところを、各1点ずつぐらいお聞きしてて、もしよろしかったらまずメリットの方から教えていただけたらなと思います。はい、このマトリックスに出会ってやっぱり車の中で生活をしたいと。生活をするためには妻がキッチンに立ってもベッドルームにアクセスできたりとかで、あとはトイレがしっかり使える、シャワーが使える、寝る時もしっかり寝れると、これやっぱりしっかり揃わないといけないってことで、これマトリックスはそこを全てカバーしてると。やっぱりこう車と共に生活してるっていう感じをこのマトリックスに乗り換えてからすごく感じるようになったんで、そこは非常にこのモーターホームを買ってよかったなと思ってます。逆になんですけど、ちょっとここが想像と違ったなみたいな、なんかそういうデメリットというか良くなかったかなっていうポイントがもしあれば教えてください。こう大きすぎるんで、例えばある観光スポットに泊まりたいと、で娘とか嫁さんが、ここぜひ泊まって買い物したいとか何か見たいって言った時に、やっぱり駐車場がないと。ああなるほど。でこれはやっぱりデメリットに感じるところが多いかなと思ってます。その旅先とかで、行きたいって言ってもなかなかこう入れないみたいなことが結構あったと思うんですけど、それって例えばその前回乗ってたアドリアツインと比べるとやっぱ多くなるんですかね。アドリアツインも割と大きいじゃないですか。そうですね、やっぱりアドリアツイン640で 6m40 の大きさなんですけど、640だったらやっぱり比較的スーパーとかでも頑張れば駐車できる。頑張れば駐車できる。ただここになるともう頑張っても無理だと。そこはじゃあ結構その 6.4 から 7.5 という比較的大きいベースから大きいベースになったとしてもやっぱ違いが出るとこなんですね。そこのその駐車場の不便さっていうのはこの車に乗り換えてから感じる場面が多かったんですけども、やっぱりこのデメリットよりもメリットの方が余ってるとやっぱ感じてますね。やっぱり疲れてしまうと、もうなんかそれだったら家にいてゆっくりしたかったよかった場面とかよりも楽しいけども疲れましたってあると思うんですけど、じゃなくて楽しかったけど疲れないと、っていうことをやっぱり目指していろんな旅をやるようになったんで、そういった意味でこのマトリックスこのキャンピングカーを買ってやっぱりキャンピングカーライフが今まで以上に良くなったなというふうにひしひし感じてます。ありがとうございます。じゃあ結果的にはデメリットなど部分もあるけれどもやっぱりメリットの方が圧倒的に高いっていう感じですかね。そうですね、そこはもう明らかだと思います。いやいや本当ありがとうございます。今日はなんかすいませんお忙しいところもう隅から隅まで見せていただいてもういろんなキャンピングカーのツインとの比較も教えていただいて、なんかちょっと今回いつもと違う感じに撮れたと思いますので、ありがとうございます。はい、ということで今回ですねこちらアドリアマトリックスの 670SL シュプリームの方オーナーさんに紹介していただきました。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。また次回もこういったキャンピングカーオーナーズをさらに撮っていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。